テクランドテチョンです。今回ナビ VS TGG スペースというクランとの対戦になります。当然ね、ハードモードというわけで、早速やっていきたいと思います。先行対戦相手の方からスパネク編成、ウォーデンはファイヤーボールというところでね。やっぱハードモードって16の時からそうなんですけど、固定ダメージをね、ある程度ぶっ飛ばせるものが強かったというところでね。ファイヤーボールが結構流行ったり、ロケットスピアだったりね、サッカーボールも強かったりっていうような形だったんだけど、とりあえずね、ジャイアントアローがね、ハードモードでほとんど、弱体化みたいな感じで使われてったっていうところだったので、17も変わらずっていうところなんですけど、そこにね、ロイヤルチャンピオン、エレクトロブーツというね、新武器を持って入ってきたというような形で、今、この2曲かみたいな感じが今、玄関鏡かなーって、下から見てるとそういう感じですかね。軸となってるのがやっぱファイボの戦術って多いですよね。ファイボロケバル型、ファイボスパネク型っていうのは、結構ね、削れるところも大きいので、早めのプランニングがね、できるっていうところで、一番手付近の人は結構そういう攻めをやる傾向が多いですよね。固定ダメージでね、天才ラバルみたいな昔の感じで、天才みたいな感じで、ある程度削りがね、もう序盤大雑把に決まるので、そこを軸にプランニングもしやすいっていうのがね、やっぱ、プランニングのしやすさみたいなのも人気の一つかなというところで、ぜひね、ファイヤーボール、まだ上げてない方はね、結構ね、プランニングもしやすくなると思うんで、慣れれば。慣れるまではちょっと難しいと思うんですけど、慣れるまで難しいなんてどの戦術もそうなんで、最初からね、簡単な戦術もある程度あるかもしんないけどね。大体難しいからさ、最初なんて。簡単さに見えたって。ロイヤルチャンピオン9時から来て、これもエレクトロブーツっていうところでもう、何にでもエレクトロブーツで何にでもクエイクブーツなんだよね、今。ブーツですね。みんなでブーツ入ってるよ。そのうちね、ウォーデンとかクイーンもなんかブーツ吐き出すんじゃないかなっていうところなんですけど。何が吐けるかな、僕が。アイスブーツみたいな。歩いたら衰弱効果がつくみたいな。歩いたとこ衰弱って弱いな、でも、クイーンの射程で、それ。ロイヤルチャンピオンはホグからのタゲ外して、こういうロイちゃんの使い方もいいですね。なんかこの使い方するならホグヘイストで良くない感半端ないんだけど、安定するのかな。ヒール効果がね、パッシブでついてるみたいなのも強いよね。というわけでね、レベルの、ギアの、レジェンドギアの人たちって結構パッシブも強いからね、シンプルに。ガックさん、ここはヒーラーのついてないロケットバルーン編成ですね。ファイボロケバル、まずは飛ばしていって、3時側に関しては、アーチャーターぐらいしか外周部に、ね、空に対応する防衛施設がないので、そこを利用したベイビードラサイドカットを決めていって、12時の方も、空ウォーデンで削れる量が大きいと踏んで、ここはヒーラーをつけることなくっていうのがそういう判断かなと思います。タイチクロスも2本効いてるっていうところだしね、長弾大砲だし。シンプルにソラウォーデンだけでもヒーラーと同じぐらいの仕事量ができるっていうところなんですけど、ホーミングチェックはしっかりしてあげないとね、溶けちゃうんでね、この辺のケアはしっかりやっていくと。ヒーラー付きの形でもかなりね、念入りにホーミングチェックすることが多かったので、この辺はバッチシ、大丈夫。ある程度削りたいとこ削ったかなっていうような削りが入って、クイーンの方外周からキングつけて、ここはサポートにロケバルとかもつけてあげてというような状況で、ポイズンターがあるんでね、ここシングル IT のタゲをスケルトンでどこまで守ってくれるかみたいなところも大事なんですけど、なんとかこれ耐え続けてますね。シングル IT がスケルトンのタゲを取り続けている。逆だね。スケルトンがシングル IT のタゲを取り続けてくれていますね。どっちもどっちって感じなんだけど、攻撃側の目線なので、そういう主語はこっちにあった方がいいね。で、シューターの方がね、6時にずっと刺さっていましたと。ここもスケルトンの呪文、長弾大砲のタゲをクイーンに入らないようにしているような形なんですけど、ギリギリ。この辺のスプラッシュダメージ怖いですね。他になんか重なると溶けちゃうっていうところなので。さあ、ロケットスピア中心マルチ IT も打ち抜いて、タウンホールに関してはオーバーグローをつけていくような形。この辺がね、やっぱ、ヒーラー使うときとの違いですよね。呪文の選択肢が豊富に持ってるっていうところなんだけど、その分ね、ウォーデンの削りっていうのが圧倒的に小さくなっているところなので、他の部分のプランニング力っていうのも大事になってきます。さあ、これで、
残された施設のみというような状況。クイーンバカタレ。ターゲットを取り直すんだ。壁に、戻ってくれたね。さあ、全ユニットでタウンホール集まっていって、これクイーン落ちてたらタウンホール、なんならね、ちょっと落とすの厳しい。ロイちゃんもいるんだけど、その辺がね、しっかり生き残ってくれないと厳しいプランだったのでね、ヒーロー生かすっていうのが大事でしたね。対戦相手も、でも違うかな。いや、ファイボではある。ファイボも、もう両方やっちゃうみたいな欲張りプラン来た。欲張りプランですね。さあ、でもクエイクないんだな。クエイクないならファイヤーボールもなかなか、どういう使い方みたいな感じになるんだけど、なんなら間違えてる説も出てくるからね。さあ、ここはアングリージェリーつけたクイーンでタウンホールをかっさらいに行きます。この辺の2サイドうまいですね。こういった発想を持ってるのいいですね。で、反対サイドはキングのクエイクブーツで、ここ、はい、ある程度30、4軸角を削りに行くというような流れですね。ちょっと狙いよりは小さい2サイドになったかなって感じだと思うんですけど、この辺がハードモード補正かな。で、ベビードラ使って3時つけて、ロイヤルチャンピオンやっていきます。ロイヤルチャンピオンのためにキングでこの長弾逮捕とか削っておきたかったですね。そしたら。そういうサイドカットをやりたかったようなイメージ。そしてロイちゃんを中心部へというようなイメージですね。さあ、ここからインビジブル祭りと。もう手前の防衛施設は消して、奥の方までしっかり進めるようなこのインビジブル大事ですね。さあ、インビジブルしっかりロイヤルチャンピオン守って、このジモンターもオーラダメージで削っていく。それ見えるね。中心部。こういう、ボム強いよ、それ。このボム強いよ。さあ、ここで張り切っちゃいます。ロイヤルチャンピオン、インビジブル、インビジブル。さあ、どこまで削れるのか。最後のインビジブルは打たず。ここで終了。だいぶ削れたね、ここで終了とはいえ。キングクイーン、ロイヤルチャンピオン全部使った形。ストライカーからのファイヤーボールなんだけど、ファイボは端にするみたいな感じかな。そしたら、ロケバルの端にするみたいな面白い使い方にはなりましたね。でもこういうのありよな、全然。少ないバルーンプラスのストライカー処理で、その分をファイボで補うみたいな。そもそもこのロケットバルーンって呪文がそんなに必要ないです。そんなにっていうか必要ないからね。トームさえくれればみたいな感じなので、トームをもらいましたと。それは裏が対空砲とかも刺していきたいところですけど、全バルーンを裏から差し込んでいきました。マルチアーチャーターのターゲットも分散していきたいところ。これ攻撃の防衛施設、防衛じゃないからね、このロケバル。突っ立ってるロケバルいけど。この辺は削ってくれてのフィニッシュ。対戦相手も強いですね。シンプルになかなか17のね、ハードモード普通にね、全然こけれる環境だから。スミスヒーラー入りのルートライダー編成です。オーバーグロー2枚型キング使って、特に変わったものはないかな。ヒーラーが入ったルートライダーっていうぐらいかなと思います。まずはキングを9軸角ぶち込んで、クイーンの方も外周部。この辺ユニコーン採用じゃなくて、こういう使い方も多くなりましたよね。ユニコーンつけるまでもないみたいな。ロイヤルチャンピオンエレクトロブーツ。で、ヒーラー付きのルートライダー発進という形。クイーンの立ち位置がちょっと良くないですね。合流したかったんですけど、どうやらできそうにない。中央、ホームを打つような形で合流をしていきます。で、エレクトロブーツついたロイヤルチャンピオンにはインビジブルをしっかりかけていって守っていく。ブーツプラスのホグ人形というところですね。いい形。ターゲット外せるのってシンプルに強いからね。シンプルにもうターゲット外せることが強いのはね、アーチャークイーンのロイヤルクローブで証明されてるんで。中央の方にユニット戻していきまして、結構ね、序盤は
ガーゴイルプリンスが強くねみたいな感じだったんだけど、まあそれはノーマルモードのみで、ハードモードを蓋開けてみると、まあね、結構みんなこのロイヤルチャンピオンのエレクトロブーツで、まあ、出た当初なかったからね、エレクトロブーツね。タウンホール17出たばっかの時はね。大量にユニット残しの以前回。対戦相手、まあ、5型かな。5ロケバル型にゴーレム入った形になります。9時起点にまずはやっていくような形で、まあ、削りをまずは入れていくと。他の対戦だとね、タウンホールからライドラとかされてたりとか、まあなんかオデヒこの辺からやってることもなんかあったな。反対サイドに見習いボーデンヒーラーみたいなのを、その時は相手がやってたんですけど、ここ結構火力も高くなってヒーローも重なるところはインビジブルエイジで、持ってインビジブルファイヤーボールタウンホールに打つけど、やっぱこのボーデンの守り方が大事ですね。ジャイアントアローも加えましてタウンホールを落とすことができましたが、ワンチャン落とすところまでセットとかある？どうなんだろう。いやー、もったいないよな。活かせるなら活かしとくみたいなところあると思うんで。で、そのクイーンはね、増えたクイーンの方なんて本体じゃないんで、守る意味のないフリーでした。で、ゴーレムとキング使って、まあ、サイドカットしっかり綺麗にできてるので、ここで合流が取れるような形。裏側も、あと、ロケバルまず通ってというような形ですね。で、クエイクブーツ。まあちょっとこのサイドカット欲しいな。ミニゴレが偉い。ワンクッション入れてくれたおかげで、アイゴレの到達も時間がかかっている。クイーンの方のレイジも間に合ったのは、この、少しね、ミニゴレがロケバルのターゲット拾ってくれたからこそというようなシーンが出ましたが、とはいえしんどいのは変わらず、で、裏からロケバル発射と。で、いきまして、まあ、渋いっすね。ロケバルつけて、まあ、呪文の方はね、てか、ポイズンあったんか。だったら、火力のところで使ってあげればもうちょい楽にはなったかなってところではあったんだけど、クイヒー落とされてっていうところですね。やっぱこの配置おでひしたくなるけど、あそこの火力がね、重なって超きついみたいな、そういう配置になってますね。結構伸びるな。うまいこと活かすことができてればというような形でしたが、87までいくかな？ 87% です。さあ、やったーくん、スロワー入りとかジャイアントスロワー編成、8体かなり多いですね。5型というような形です。で、オーバーグローも入って、インビジブルとクエイク入れて、まずは、インビジブルじゃない、合ってるわ。インビジブルクエイクからのファイヤーボール。で、おでひスタートしていきます。削りはもうすごくシンプルですね。密集配置を一気にボーンと飛ばしていくような形が取れました。でも、こちらもシンプル。もうタイタン編成みたいな感じだね。1体ぐらい入れても良さそうだけどね、タイタン。どうせ防衛が当たるっしょ。サイゴレからの、でも確かにね、ヤッター君はスーパーボーラーを使ってた人なので、こういう、この手の編成好きそうだね。で外周部のウィザード偉いね、これ。クイーンプラスのウィザードで。かなりサイドカットを入れてくれていますが、このマルチ IT があるところってちょっと東海弊社渋くなりがちなんで、危ない、キング一瞬外のキングに釣られかけて外流れそうになったけど、このね、内が入れなきゃいけない編成ってやっぱり、キングをね、できるだけ後出しにして伸ばしたいみたいなところもあるんで、特にトームがないんでね、トームで先走ったクイーンを守れないみたいなところもあるので、いいタイミングのフリーズ、今クイーンが長弾大砲にたげられかけたところ。いいっすね。スローワーでここは長弾大砲も射抜くことができつつ、壁越しにこれタウンホールも撃つことが、そんなところで勝てるの？オーバーグロー、まずはというか、こんなところかけていきます。ここ早めっすね。まあ、ロイヤルチャンピオンにかかる
負担をまず削ったのと、まあちょっと早めにかけることで、このレイジターと同時にね、高火力火力が飛ばない、終盤でいいタイミングで起きてほしい。こういうことですよね。ちょっと早めにかけることで、このロイヤルチャンピオン到達した時にはもう打てるようにしておいてほしいというような形ですかね。特にこれロケットスピア型というところで、このロケットスピア打つためのね、対象がね、もういないっていうのが非常にもったいなくなっちゃうんで、まあある程度早めに打ったのはそういった理由かなというところですが、ロイちゃん頑張れるか頑張れない。いや、頑張ってはいたか。で、中央これはジャイアントスローワーヒーラーが繰り出されてるんですけど、これ強いっすね。ガーゴイルプリンス空飛んでるので、ターゲット取られず打ち放題というところ。ガゴプリ強いわ。防衛ガゴプリが非常に強い。いや、ほんのちょっとですね、残り。本当にちょっとだった 93%。陸編成もね、こうして、タイタンブーツを採用することで、ちょっと復旧というか、そういう感じで、まあ言うてスパネキがどうしても陸だと増えちゃうけど。これは、あれですね。前の対戦でこのプランで全開が取られてたので、それをなぞりに来たような形だと思うんですけど、スケルトン銃も外してますね。外した方がいいと思う、これは。あ、シングルの時入った。インビジブルかな。はい。一旦ここはインビジブルの呪文を使いつつ、ターゲットをバルーンにさせる。トルネードまで。ワンチャン、これあったっけかな。で、キングに渡るストライカー。いいっすね。なってる。タウンホールのタゲも取れたし。レイジもギリギリボーデン乗り続けてくれているっぽいんで、なんとかなってる。で、このホーミングチェックのヒーラーとか、このテスラとかもね、偉くてテスラを入れに行ったのも、これタウンホールからの攻撃を、ね、ヒーラーに飛ばないようにバルーンも吸ってあげるっていうのは結構大事ですね。リクスケ惜しいんだよな、毎回。ちょっと飛んでくれたんでね、これヒーラーにもダメージ入ってるんでっていうところですけど、ホーミングチェックのバルーンかつ、イーグル砲としてのね、ダウンホールの機能の方をターゲット取ってあげることで、ヒーラーにダメージが入らないような形で、数をね、担保するみたいなね、ホーミングチェックのバルーン結構強いですね。ウォールブレーカー1に、ジャンプがないんだ、そして今回。なので、ウォールブレーカー誘導を試みたんですけど、キングの方がちょっと合流怪しくなってるって感じかな。そこ使っちゃうと、あった。じゃあ、貯めるね、これは。これね、使わないんだったら戻ってしっかり中で打たないといけなくなりますね。さっきのタイミングで打つの結構強かったと思うけどな。どうせここで打つんだから。同じよ。被弾が多くなったっすね、このタイミングの。中央しっかりクイーンの方もインビジブル守って、ロイヤルチャンピオンもね、エレクトロブーツプラスのフォックスという形、ヘイスト薬ですね。ヘイスト薬型というところで、インビジブル多めの編成というのは、そういうようなニュアンスかな。ここでヘイスト薬使って、一気に突破していきます。で、インビジブルも使い、裏の方はロケバル。そうなんだよね、この編成。ロケバルがいるのよ。で、裏にしっかり空に対応する防衛説がなくなっているところを見抜いて、フィニッシュというような形になります。ガゴプリの処理とかもね、忘れずやるような癖つけないと、ちょっと意識まだね、ガゴプリの処理って、まだ慣れてないからね。相手も強いですね。さあ、カズマくん、リターン型のタイタン編成ですかね。ヒーラー4体で、これは何してくれるかな。ファイボではなさそうで、リターン型だとロイヤルチャンピオンになるかな、これ。ロイちゃんになりそうですね。まずはロイヤルチャンピオンにインビジブルの呪文使いつつ、外周馬スーパーバーバリアンで、施設をカット。ここもインビジブル使って。フォックスの延命も結構大事ですからね、シンプルに。いいですね。で、ここでインビジブル。いいインビジブルだね。フォックスもしっかり隠れ続ける。非常にいい。そしてこれ、フォックスの効果もいいタイミング。ここでリターン。完璧か
完璧すぎるな。彼の10日弊社とクイーンを置いて、ロイヤルチャンピオン、じゃない、ルートライダーパート、スタート、ヒーラーとかもつけつつっていう形ですね。中央入れていきます。スケルトンの呪文ちょっとね、1体、ルートライダー焼かれちゃったんですけど、次のタイミングでタゲを取り続けて、ストライカーを混ぜて、6時から入っていって、クイーンの方は穴開けして9時の方を目指すようなイメージ。防衛援軍と重なるところで、ここはね、アイゴレ固められちゃいますかね。レイジかけて、なんかスニゴブ走ってきた。東海弊社からスニゴブ走ってきた。さあ、ここでイートーム内側入れていきます。さあ、インビジブル、クイーンの方を延命するようなインビジブル。ロイヤルチャンピオンまた3時からリターン型戻ってまいりました。で、クイーンはここで能力解放。各ところ、各ヒーラーにホーミングが飛んでいく。そして中心も赤バク食らってヒーラー全滅です。で、ロイヤルチャンピオンパートもここはちょっとスケルトンタゲ取りたかったところなんですけど、取れず、フォックスの方が焼かれてロイヤルチャンピオン能力のみというような状況。さあ、ここでキング能力残してたところ、これ強いね、ここでのサッカーボール。で、フリーズ2発残ってるので、ロイヤルチャンピオン延命してあげての、前回ヘイストロイヤルチャンピオンですね。エレクトロブーツとヘイスト薬という組み合わせで、4ヒーローすべて生存させて、ナイス全開です。さあ、スパネク型ですかね。スパネク型というか、5型スパネクですね。きっと、5型のスパネクですね。もうボマーという名前なので、めちゃめちゃファイヤーボール飛ばしてきそうな名前ですね、確かに。3時からお手ヒスタート、まずはテスラ拾わせていって、時間もかけつつ、5即打ちのパターンの時にはこのテスラに吸われてしまうよと。ウィズ島があるんで、隠しそうな感じであるんで、遅延プラス火力上げつつみたいな。ファイヤーボールもどこまで隠して内が入れていくのかっていう感じなんですけど、結構、バネク型はね、結構こういう外周部だけ削ってっていうことが多いので、しっかり削っていって、テスラ3本あることで結構時間はかけさせたところかな。教団大砲のおかげで、ここ、ユニコーンもやられましたね。陸助2本ここあったなら、ちょっと角度変わればね、ウォーデン引っかかってたところもあるかもしれないので、惜しいですね。トラップが。ジャンプで真ん中入れてくんだけど、こういう初動のこのガボゴプリの偉さ、アイゴレを一瞬で溶かすみたいなところ。ストライカー混ぜて、ここはガーゴイルプリンスを打ち抜いていきました。トームがないんでね、この火力の高いところとアイゴレが重なるので、なんとかやっていきたい。それ偉いか、龍炎砲。クイーンをターゲットしましたが、別のやつをターゲットに変えていく。ここでもう一度クイーンにターゲット取って、ヒーラーも少し焼いてくれましたね。龍炎砲やっぱ強いよな。射程長すぎて、マジで。ここ9時からロイヤルチャンピオンスタート。パネク強いっすね。で、そうですね。タウンホール17はね、イエティが3体入れれるようになったので、援軍としてのイエティ3体採用っていうのが結構強いですよね。さあ、ロイヤルチャンピオンパート、これはリクスケルトン出てきましたが、エレクトロブーツで一瞬で処理、外周ウィズトにはベビロのサポートも上げて、ロイヤルチャンピオン能力残ってモノリスク角へ合流。フォックスが透明にしていく。いや、ノーマルのこういう使い方でも強いね。ここからホグブーツというところで。ホグヘイスト使ってた人はね、ユニットじゃないわ。ブーツ、エレクトロブーツのレベルが上がったらちょっとね、比べてみるっていうのもいいかもしれないですね。エレクトロブーツはなんか、初手で突っ込む系だけじゃなくて、こういう使い方でも強いですね。ナイス旋回。最終アタック星3ドラゴン編成という形なんですけど、編成がインビジブル10発型のドラゴン編成、バルーンも2体と超少ないですね。なんだけど、これはやったかさては。
どっちかは間違えてそうですね。ヒーローを間違えた方がさすがに強いかな。ヒーローを間違えたか、呪文を間違えたかのどっちかなんですけど、どっちでしょうね、これね。難しい。どっちかをやらかしてますね、これはね。さすがにどっちかをやらかしている。どっちだこれちょっと、このキングクイーンパートで見ますか？どういうプランをしたかったのか。これはやらかしてる。さあ、ここで能力発動で、6時からドラゴンパートスタート。なんかこのパートはドラゴンっぽいかなんかあんまり空に対応するボイス説も多くないので。で、まあ、ガーゴイルプリンスも当然のように使っていきましてという形です。ジャイアント。その謎のジャイアント採用をそこに使ったことで、あ、リクスケ釣りたかったっていうことかな。リクスケ見えまくってる。リクスケ4枚ここにあるか。上側の防衛のアイゴレとかを寄せるには、下にジャイ使う。どういうとかわかんないけど、まあ、出していったと。中央、てか苦しいよね。これ、えぐいよね。で、ガーゴイルプリンスがタウンホール。ここは能力使わないんだね。ここで使っていきつつのインビジブル。エアスイーパーからのターゲットも外したいというようなイメージがあると思いますね。隠すことで。エアスイープラーのは良くないからね。で、フリーズはシングル IT の方に打っていきつつ、インビジブルとフリーズがあります。いやー、これすごいね。いけそうじゃね？フリーズかな、ここは。負けない。ロイヤルちゃん。しっかりクイーン近づいてから。てか、ヒーローペットついてなくねこれ。やらかしじゃあこっちだわ。じゃあこっちだ、やらかしてんの。わかったわかったわかった。じゃあそっちだわ。よく取ったな、これ。すげえな。ヒーローペットついてないっすね、この人ね。なるほどね。ロイちゃんですね、欲しかったのは。なるほど、なるほど。まあ、そっちだろうね。はい、というわけでね、終わりました。14対14。しかも最後のアタック、これ前回取んなきゃ負けっていうアタックだったのか。やばすぎ。何しとん、本当に。何してんの？前回取らなきゃ負けの、ね、時にヒーロー間違えて、しかもヒーローペットすらついてないっていう。だからすごいことになってましたけど、呪文もね、すごいドラゴンとは使いづらい組み合わせの呪文構成になってたんで、もうこれ大変だよね。タウンホール16、17と確認しなきゃいけない項目が多すぎる、本当に。ヒーロー合ってるかどうかが追加されましたね。ヒーロー4体だからね、今までは。だからヒーロー合ってるかどうかの確認なんていらなかったんだけど、タウンホール17では、しかも時間も決められたアタックって結構思った以上に確認項目に時間取られることも多かったりするんで、まあ今回5番手なんで、そんなになんか関係ないところでは様子あるんですけど、まあ序盤に行かなきゃいけない人が普段いろんな編成をやってると、ヒーロー合ってるかどうかから入って、ヒーローギア合ってるかどうか確認して、で、ヒーローペット合ってるかどうか確認した後にようやく呪文編成合ってるかみたいなところ。で、援軍がもらってるか合ってるか、兵器合ってるかどうかみたいな、もうこんなんやってたらもう終わっちゃう8分間っていうようなね本当に確認する項目が増えたので、まあ、そういう意味でもなんか普段からなんかいつもやってる編成でそのままいけるならそのまま行きたいよねみたいな感じで5型の人は5を見えるところを攻めるし、まあそうするとね、項目も結構少なく済むので、いろんな編成をね、終盤、やる人は結構終盤に残ってね、そういう確認項目もやりつつ、時間を使っていくみたいなのが、5V5 のね、まあ、基本みたいな感じなんですけど、まあなかなか、本当に難しいですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録お願いしましょう。さよなら。